美味しくできるコツをたくさん入れた肉ニラ炒め。最初に豚バラ肉だけを炒めて火を通してから一回出します。多分今までの野菜炒めよりも美味しい野菜炒めができます。肉戻したら調味料、事前に調味料必ず合わせて一気に混ぜ合わせるっていうその迅速さが必要ですね。これは炒め物をする時の鉄則です。ちょっとねこってりめですけど、こんぐらいの方が美味しいんじゃないかな。ご飯3杯いけんね。大学時代だったら4杯いくかな。皆さんこんにちは。今週のごちそうさまチャンネルは、定番メニュー肉ニラ炒め。はい、炒め物といえば野菜炒め、レバニラ炒め、肉ニラ炒め、ど定番ですよね。だけど案外美味しくできるよって人いないんですよ。なんで今日は美味しくできるコツをたくさん入れたレシピになってますので、はい、最後までじっくりとご覧ください。なんだそれ。まず材料です。豚バラ肉です。焼肉用の豚バラ肉ですね。もうカットしてあるものを今日は使います。塩コショウで、野菜はもやしとニラ。調味料がオイスターソース、醤油、お水、砂糖、それから鶏ガラスープですね。で、炒める、油はサラダ油で、ニンニクと赤唐辛子、それから片栗粉を使っていきます。まずですね、豚肉の下ごしらえですかね。豚肉はここにお塩で胡椒、はい、塩コショウしてよく全体になじませます。そしたらこれでまず最初のポイントですね。お肉に調味料の味をしっかりつけるために、片栗粉でちょっとコーティングします。そうすると、粉を含んだ部分に油が入ってキュッと締まりますよね。そこに調味料が付着します。でしっかり味になるっていうね。こんな感じかな。次に調味料を混ぜておきますね。まずお水、お砂糖から、ペースト状のガラスープですね今日は。粉のガラスープでやる場合は 1.5 倍ぐらい入れていいんじゃないですかね。でさらにお醤油でオイスターソース。これポイントの2つ目ですね。炒め物する時に調味料を1つずつ入れていく人がいるんですよ結構。そうするとその間にも素材にはどんどん火が入っていくわけですよね。で特にもやしが入ってると水分すごい出やすいです。なので事前に調味料必ず合わせてその分量用意しておいて一気に混ぜ合わせるっていうその迅速さが必要ですね。これは炒め物をする時の鉄則です。で調味料を混ぜた時にペースト状のを使う場合、顆粒の場合もそうだと思うんですけど残るんですけど、フライパンの中に入れた時に一気に溶けるんでこの状態で大丈夫ですね。お砂糖を少し溶かすようなイメージで。次にニラ切ります。ニラは、末端の部分が乾燥しちゃってるんでこれだけ落として、イメージもやしと同じぐらいの長さですかね。このぐらいですかね。さらにニンニクスライス、しっかり1片分、ちっちゃい1片じゃなくて普通のサイズの1片分スライスでいいですね。はい、そしたら焼いていきます。まずサラダ油結構多めで、この多めの理由は2つあるんですけど、豚バラ肉なんで豚バラ肉からも油出ると思うんですけど片栗粉してます。で最初に油の中に入れた時にその油を少し吸います。それで少し減る。さらにちょっと油多めで炒めていった方がもやしから水分ちょっと出にくいですね。だから中華料理だと油通しって一回油通します。で揚げてから炒め物に入れるっていうやり方でやるんですけど、それで完全にコーティングされるんですね。なのでちょっと油多めで炒めていった方が美味しく仕上がる。これが3つ目のポイントですかね。はい、そしたら油温まったらまず豚肉を先に炒めちゃいます。
最初に豚バラ肉だけを炒めて火を通してから一回出します。これ4つ目ですね、ポイントね。通常だとですよ、お肉入れて野菜入れて炒め合わせていくっていうことが当たり前だと思うんですけど、ちょっとお肉火通しすぎになるんですね。野菜の火通り待ってるとちょっと難しくなっちゃうんで、逆に抜いちゃうんです一回で最後に合わせる。だからさっきも言ったように油通しして、合わせるっていうのとほぼ近いんですよ。ちょっと油そんなに使えないしバラしてやってるって感じですかね。早めに野菜入れればいいじゃんとかそう思っちゃいます。そういうことじゃない。そうするとお肉に対する火の入り方が水分も出るんで焼くっていう感じじゃなくなっちゃうんですよね。ちょっと蒸れちゃう。美味しくないですよまたそれが。いや今のは未だかつてないいい質問でした。やっぱ油ちょっと出てきますねこうやってね。はい、そしたら両面焼けたら一回お肉出しちゃいます。そしたらこのまま油の中にニンニク、ニンニクの香りが立ったらもやし、赤唐辛子、はい、もやししんなりしてきました。さっき濁った白だったのがちょっと透明っぽくなってますね。こうなったらもう次の工程です。そしたらニラ、もうニラはささっとでいいですね。油絡んでもう色がピカピカしてきたら肉戻します。肉じゃあ調味料です。肉戻したら調味料で、ここに練りのガラスープあるんですけど、これ下の方に入れてガーッと混ぜちゃいます。でお肉によく調味料絡んだら OK ですね。盛り付けていきます。全体ザザザっと。うまそう。完成です。出来たてをいただきたいと思いますね。やっぱり肉野菜とか野菜炒めはもう出来たて命ですよね。いただきます。しっかり味。ちょっとねこってりめですけど、こんぐらいの方が美味しいんじゃないかな。このしっかり味をご飯の上に乗っけてバウンドさせて食べるってのもうまいですよね。ご飯3杯いけんね。大学時代だったら4杯いくかな。つまみとしても当然ね美味しいです。はい、そういうわけでね4つポイントありましたけど、このポイントねちょっと守っていただいて、うまく野菜炒めできないんだっていう人多分ね世の中いっぱいいると思うんで、ちょっと参考にしてみて同じように作ってみてください。多分今までの野菜炒めよりも美味しい野菜炒めができます。ごちそうさまでした。